うちの親父はね、のこ作っとった。製造元、三木でね。で、何部ぐらいになったから、それから大阪に来たわけ。こっち来てからはもう鍛冶屋さんせえへんやん。目立て屋さんにとった。で、目立て屋さんも、よその目立て屋さんと違うと、うちら歪みなんぼでも直すやん。そやから大工さんも、ちょっとした変わった人がな、来てくれるわけ。そやから鉄のつけが欲しい、宮根が欲しい、広田菊次郎が欲しいとか、そんなんみんなうちらも行ってもどんどん買うて持って帰ってくるからな。うちらはもう鉄のつけさん言うたら割り方知り合いやから、でももう最後のわしはもう最後のはもう問屋さんから入れさせたけどな、もう昔はもうね、うちの親らがもう高校らしいから今日は今度来るよ8寸作っとってとか、何蔵作っとってとか言うて注文していてで取りに行くね。もう来たら即いる人ばっかりやんか。そやからもういつも切れんようにずっともう箸がもう1枚なってきたらまた3枚5枚入れてね。ですからその大工さんもその直接鉄之助のノコギリが欲しいっていうふうに。やっぱね、大工さんかでもう共闘するやん。同じ刃うちらをね10本切るのに何本かかるいう感じで、もう鉄之助やったらこんなって引いたらもう勝手にノコが入っていくからな。体が楽やねんわ。ノコの重りでずっと入っていくから。で昔やからもう手すきやんか。それであと歪みが上手やから通りがええんと思う。歪みが上手もねあれやけど、あとちょっと目立てたら歪みが出たりするのこあんねんわ。そんなんは全然ないねん。鉄のつけなんで目折れたとこまで直しても歪みが出えへんわけやわ。下手な鍛冶屋さんやともうバタバタなるからな。それはうちらがまた叩いて直さらなあかんね。これは普通にいう感じで。はい、これでもいいです。鉄の魚の子はヤスリにはやりこいね。柔らかくかかるな。よそのちょっと肩のこってヤスリ滑りやくからね。そやから鉄の魚さんの子は目立てはしやすい。それは普通の鋼で作ってあっても他のノコギリとは違う。でもいや、同じ鋼でもね、まあ、焼き場がちゃうんと仕事がちゃうのでやっぱりこれやわ腕な。まあ鉄の魚の子うちらもだいぶ打ったけどもう悪いなんか誰も言うてきへん。大工の道に入られたのはいつぐらいですか？だから私21年卒業ですわね。
終戦アクルド氏は昭和20年に終戦ですやろ、はい、16年の12月8日その日にちまで知ってますね。材木は原木で買ってましたか、それともある程度製材したもの？もう製材もう製材があったからね、機械が、はい、今なったらどこかここに大きい丸の子から重いの子になってね、はいはいはい、そういう電動工具はでも製材所みたいなところで使ってる。そう現場では電動工具使ってましたか？いや、その自分には電動工具って言うたらもうあらへんよ、うん、もうとにかく何するってもってや、はいはい、ね。宮野哲之助の名前を聞いたのはいつぐらいからですか？もういや、それはもう大学仕掛けてからもうまあなしやね、うんうん、もう当時からすでにもう知られた存在だった。そうそれで嫁の親とさっきも言った通り同級生で欲しいのやったら私ついていたけるよ言うて初めて哲郎さんとのお家へお邪魔したわけですわ。懐かしいな。30になってましたか、それとも20代の頃ですか？30ぐらいになっとったかな。とにかくこんだけ使い込んどるいうことはよう切りおったからこんだけ作っとるいうことやね。ね。そうすると切れ味よく切れるっていうのはものすごく作業の効率に関わってくるんじゃないですか？かかってくるね。だから今やったらもう細取る機械がみんなあるからしよったけど、今も話をこないしとってね、足で踏んどってこういう声が立ち引きでね、だから台の上にやな枕の上ずっと並べといてやね、みんな3人やったら3人並んでやな、一緒にこう細つけるわけやってね。みんなそういうのけど、そうすると軽にこう楽にこう細つけられるわけや。楽にして細の数もよく作れる。この哲之助のノコギリ持ってる人だけは他の人より早く仕事ができたんですね。切りよった。うん。欲しいやったら普通のノコやったらこれ目飛んでまへんかいな思って心配せんなんけども、それも遠慮なし。だから結局ノコギリでもいろいろノコギリあるけども、よう切れるノコはね、普通のノコより彼に3回すれんなとこ2回で済むいうことや。だからこのノコの減りも違う。目立て値も数すらやっぱり目立ちに高なっとる。だからわしら友達でもそんな言うて話したんだよな。道具はぎょうさんいらん、もう一丁でね自分で自慢できる道具を一丁でも持っとれいいと。わしこんなもん持っとんねんいうような道具持ていうね。哲之助のノコギリはそういうノコギリでしたか？そらよかった。今この胴付きっていうのはこのつるが結構問題で、ごっつかったらなんか使いづらい、細いほど使いいいんだけど、なかなか細いつるって薄いつるってなくって、
なんかもうちょっと本当はやぼったく厚くなったりするけど、これは薄ければ薄いほどなんか使いやすい感じはあるよね。これは最近買ったんだよね。この胴付きは最近お買い求めで、はい、これはもう15年くらい前かもわかんない。これもうちょっとかもわかんない。手の子はやっぱりね、なんか手道具使ってると楽しいよね。やっぱり自分とのなんか戦いみたいな感じがあって、機械はもう機械の回転のするものってやっぱり精度よくいっちゃうんでね、まあ綺麗にもいくんだけど、まあただ作業してるっていうだけだけど、手道具の作業ってまた全然違うよね。自分の感性とで仕事してる感じはあるよね。で目立てもね、ちょっと覚えると簡単。ただこうヤスリで研いではいいんで、まあこんなのでもまあちょっと頭こう張るだけでも、まあ、5分かそのくらいあれば、ね、できて、もう切れ味がガラッと変わるよね。すごい気持ちいいよね。これは円樹の木ですよ。こうやってノコを研ぐようにして、うち若い子たちも全員これノコバサミ作ってんの。もう使い捨てのノコは道具じゃないから、道具は基本的に捨てないよね。そんなに捨てなきゃいけない、ちょっと使って捨てなきゃいけないのを、まあ、道具として認めたくないのがあるんで、全部こういう研げるノコを使うようにっては言ってあって、一応使い捨ては禁止にしているけど、そんでノコってどういうふうになってんのって言ったら、こう切ったものがノコの刃の間に挟まって出てきて、手前とか先の方にノコくずとして落ちるの。落ちた分だけこう引いて下がって降りていくから、そんで刃が今度一枚の刃がこう、まあ普通だったらこうね、こうあるとすれば、一枚ずつがこう刃が太かったりするとノコくずの入る余地が少ない。そうなると今度折れづらい立派ないい刃なんだけど、ノコくずが出づらくなって引きづらくなる。だからなんかすごい難しくって、ここの先端も横引き鋭角にすると鋭角にするほど前には進むんだけど、ノコくずが出ないくなったり、ちょうど引いた分ノコくずを落とせてこう進んでいくっていう、やっぱりバランスなの、ノコっていうのは。こう横引き縦引き、この刃の形になって、おそらく相当その前にも改良があったんだと思うんだけど、この形になってからすごくそういう引く時のノコくずの出るバランス、刃が折れないとか太さとか、そういうのがおそらくこのノコでもう一番最終章くらいのバランスの良さっていうふうになったよね。だからここから先はおそらくないんだと思う。だから日本人すごいよね、こうやってること恐ろしいと思うよ、このノコ鍛冶の職人さんが。まあのみはのみのまた難しいところはあるんだけど、カンナもカンナでね、いやノコは難しいね。まあノコギリの話なんですから、ノコギリのこう構造から少しちょっと話したいと思うんだけれども、ここにまあなんていうのかな、資料になるものがあるから、
まあ、ノコギリっていうのは薄い板でギザ刃がついてるからこそ、まあ、材木を切削できると。要するに切削するときにノコ板が薄ければ薄いほど切削抵抗が小さいわけですから、まあ綺麗な細工ができる木が無駄にならないってことなんですけれども、まあ単なる板じゃなくて、実はこう刃型があるだけじゃなくて、板の緊張感をすごく考えて作られてるんだよね。どういうことかっていうと、単純に言っちゃうと、このノコ板の周り、ここが金属としてすごく緊張してるんだ。ピーンと張ってるわけですよね。真ん中の部分、ここが少し、まあ、へなへなって、こう余裕があるわけですよね。どうしてそういう作り方にするかっていうと、ノコギリを切削に使っていくと、当然ながら行ったり来たりの運動しますよね。木と接してて、接してるところが行ったり来たりするわけですから、ここの温度が上がるんだ。金属は温度が上がると伸びちゃうんだ。他のところが伸びてないのに刃だけ伸びるわけですよね。そうすると他のとこが伸びてないで伸びたとこが一辺だけあるとまっすぐじゃなくなっちゃうんだ。で刃通りがまっすぐじゃなくなればまっすぐは切れないわけですよね。それをまっすぐ切りましょうって工夫がさっき言った周りを緊張させて中を抜く。要するに腰を抜くってことなんです。そうすると、ここが伸びた時にも、その緩んだところに狂いが逃げるわけですよね。その配分がすごくよくできた人がノコギリ鍛冶として、とってもお上手な方ですね。っていうのが一つ言えます。で、もう一つの要素っていうのは、当然ながら鋼でできてるわけですから、まあ、鋼質、あるいは鋼の形見がノコギリの、ノコギリとして作るのに一番向いてるところにちゃんと落としどころに落とせる。そういう作り方ができるノコギリ鍛冶がやっぱりうまいわけですよね。切れ味に寄与するわけですから。さっき言った板作りと、要するに鋼の内容を火作りだとか焼き入れですごくうまく持っていける人、その2要素がちゃんとできてる人が、まあ、名人ノコギリ鍛冶。使用者が使った、これよく切れるよ、長切れするよ、折りが早いよ。っていうことにつながっていくんだと思いますけれどもね。で、まあ、宮野哲之助っていうのは、基本的には最後まで昔ながら、日本の昔ながらの鋼、玉鋼を使ってきたノコギリ鍛冶としてとっても有名だったわけですけれども、で、技術度も、まあ、とっても高いものがあった。でもまあ玉鋼だけで作ってたわけじゃないわけですよね。戦後有名になっていくわけですから、もう玉鋼なんていいものがどんどんなくなっていって、もちろん、哲之助自身は玉鋼の質ちゃんと分かる人ですから、いいものを使って選別して使っていくわけですけれどもね、素材としてはどんどん減っていく側に行くと。で、まあ減っていく側の素材ばっかでノコギリを作ってたんじゃ商売にならないから、まあこのノコなんか哲之助のものですけれども、玉鋼じゃなくて、洋鋼で作ったもの。まあ面白いのは哲之助もとっても勉強熱心な方だったから、チューズコレティには1回しか会ってないわけですけれども、東京に来た時に1回会ってまして、ちょうどその時に当然ながら迎えるのはうちの父なわけですからね、それで紹介してチューズさんと会ってもらうわけですけれども、ちょうどなんつうのかな、ミキからせっかく来たんだから、うちの父もそれこそ祖父の代からうまいノコギリ鍛冶のものを集めたり研究したりしてたわけですからね、その成果を見せたいわけですよね。哲之助も見たいわけですよね。もう何回も会ってて、土田のとこにはあれがあるぞ、これがあるぞ、それはどんな具合なんだ。その時にうちの父は、まあ自慢のノコギリの中から、平次郎の縦横の組を見せるんだよね。で、まあノコギリでわかるように、横引きのノコっていうのは柄に対して背がこういうふうに刃の方にこごんでるんだよね。こういうふうに。それはまあ使用状況によってこごんでる方が刃先に、要するに使用感、刃先が接地してる感覚が手に伝わるんだ。で、縦引きっていうのは今度はこんな格好じゃなくてこういう格好でやるわけですから、背が反ってる方が当然ながら使いやすいわけですよね。だからその平次郎のっていうのは縦横組になってて、背の R が一致してたんだよ。
でまあうちの祖父なんかはうちの父が仕事に入った頃、いいノコっていうのはね、縦と横のノコギリのね背のあるが合うんだよって習ったっていうんだよね。でまあ父としては自明のこととしてそれをお見せして、平次郎のっていうのはいいノコっていうのは背のあるが合ってんだよっつったら、不思議なことに鉄之助はその法則を知らなかった。もちろん小ごみ気味に作るもんですよ、あとは縦引き反り気味に作るもんですよっていうのは知ってたけれども、デザインとしてその R を合わせてみるっていうのは本当に知んなかったんだって。でさらに「あ、平次郎ってうまいね、いいデザインだね、そういうのも」っていうのを感心して変えられたんだって。だからその後の時代に作ったこの2つのノコはちゃんと背の R を合わせて作ってあるわけですよね。だからそこで勉強したことはどんどん取り入れていくっていう、そういうまあある種の後人の凄さがあるよね。まあ鉄之助っていうとやっぱり玉鋼のノコ作った名品をその玉鋼で作った昔ながらの素材で作ったってことで有名かもしれないけれども、実はさっき言った戸田さんの例を挙げてもそうだけれども、玉鋼素材が少ないわけだから作る数例としては圧倒的に少ないんだ。実は鉄之助工房だって要するに洋鋼現代鋼で作ったものがほとんどなわけですよね。そのほとんどのもので実はいいノコですよっていう評判を取らないと鍛冶屋なんて成り立たないんだ。玉鋼で作ってますだけじゃ。それはパフォーマンスだけにはなるかもしれないけど、使用者いるわけですからね。これ切れるよって言われなきゃ、あ、玉鋼作ってんの、あ、そうで終わりだから作らなかったんだったら、結局は現代鋼でちゃんとしたものを作らざるを得ないわけですよね。で鉄之助がその現代鋼でこうノコギリを作る上で圧倒的に良かったなって思うのは、いい要素として働いたなっていうのは玉鋼のノコも作ってたからなんだ。それは何でかっていうと、まあ玉鋼っていうのはね、たたらでできた溶岩みたいなもんですからね。あんなブツブツで不均一なものをここまで精度の高い薄い板にしましょうっていうのはすごく大変なんだよ。要するにノコギリ作りっていうのはすごく大変だって意識がちゃんとある。自分たちでもそれをちゃんと体感してるし、まあ大変だから江戸時代なんかはノコギリ鍛冶だけもう専業化しちゃってたわけで、だからね、技術度がすごく高くなきゃできないから。鉄之助は玉鋼やってるから、もちろん洋鋼で平均的なものも作るんだけれども、もともと手がかかる制作物だっていう意識があって一番手がかかるものをやってるから、現代鋼を使ってもちゃんと丹念なこう鍛造をするし、そうするともともとの組織より圧倒的に良くなって。だから玉鋼やってることによって現代鋼で作ったものも皆さんが作るものよりは手かけて、ある意味こう性能の良さを引き出すことができた。それがやっぱり評判に結びついたんだと思うよね。あとはさっき言った形に関する感性っていうのは、産地の鍛冶屋さんっていうのはさ、昔は問屋さんが全国に売るわけだから、それは新潟だって三木だって同じなんだけれども、使用者とあんまり接しなかったんだよね。問屋さんが売ってくれるわけですからね。それに比べて鉄之助はまあ修行時代に神戸に出てきて使用者とも付き合うしっていうところをこう経てきてるから、使用者との付き合いがかなり深かったんだよね。そうすると昔からのノコギリ鍛冶のいろんなノコギリの型を知ってるわけですよね。引き回しはこれが理想的です、あず引きはこれが理想的ですっていうのをまあすごく勉強できたわけですよね。だからさっき言った、まあ、戦後の3人の名人、大場、山口助左衛門、鉄之助、それは板すきは新潟の2人がうまいかもしれないけれども、総合点でやっぱり一番だなって思うのが鉄之助なの。その理由っていうのは形知ってるんだ、かっこいいんだ、でよく考えてみると使いやすいんだ。そういうところがやっぱり鉄之助の凄さだと思いますよね。それを制作品にみんな生かしていける。さっき言ったまあ背が合うことを初めて知ったらそれちゃんと取り入れていくっていう柔軟さ、そういうところが凄さだと思いますけどね。まあ人気があった理由でもあるんでしょうね。